断りの律者の物語は1952年の第一次崩壊から始まります。災害の中心で記憶喪失の少年が見つかり、天命に回収された後、律者と判明します。3年にもわたる苦しい実験をフールアルファとの文通で耐えてきた少年は、1955年、様々な研究所を経て、アインシュタインとテスラのいる第42実験室にやってきました。2人の科学者と出会い、少年は世界と自由を意味する名、ベルト・ジョイスを手に入れます。それからジョイスは短い平穏な日々を満喫しました。実験室の助手になった彼は、2人の科学者と親しくなり、さらに玉鋼を探す旅で個性豊かな仲間たちと出会いました。穏やかで温かな時間を知ったからこそ、逃れられない運命を前にした彼は、美しい世界を守ろうとしたのかもしれません。旅の終点で、ジョイス一行は第9の神の鍵、エデンの星を発見しますが、その後、エジソン実験室で事故が起こり、シュレーディンガーも崩壊に侵食されました。大事な人たちが危機に陥った時、ジョイスは覚悟を決め、体内の力に応え、守ることを選びました。崩壊に対する渇望を克服し、律者コアの中にある数十万の意識の残響に耳を傾け、律者コアを支配したジョイスは、現文明で人類のために戦う一人目の律者となりました。しかし、事件解決後、真の黒幕が現れます。ジョイスと文通していたフールアルファ、当時の天命主教オットー・アポカリプス。500年の闇に襲われても、断りの律者は運命に屈せず、暴君の企みを壊しました。報復としてオットーはベルトのいる都市に崩壊分裂ミサイルを発射し、あらゆる脅威を排除しようとします。人々を守るため、命と引き換えにベルトは律者の力で町全体を守る盾を作りました。物語の最後にベルトの仲間たちは天命を出てネゲントロピーを作り、そして彼自身が断りの律者のコアを、人々を守る信念を後継者に渡しました。二人目の断りの律者はヨアヒム・ヨーです。1955年、ジョイスが命を懸けて守った町で、幼い彼は断りの律者のコアを受け継ぎました。一人の子供にとって人類を守る責任は重すぎます。迷い、逃げることもありましたが、外に出た彼は、運命に立ち向かう人々や美しいもの、信念を知りました。ベルトの名にあるのは、苦痛と重荷だけではない。そう気づいた彼は、美しい世界を守るため、戦おうと決意します。その後の数十年間、ベルト・ヨーはネゲントロピーの名手になり、信念を持つ仲間と共に世界のため戦い続けました。2000年の第二次崩壊時、ベルト・ヨーは断りの律者として人類を代表して崩壊に挑み、断りの律者の力を生かし、人類の文明の武器を構築し、第二律者に打撃を与えました。しかし、第二律者は月で神の施しを受けます。人類など神の前では些細な存在です。それでも仲間を、この世界を守るために、ベルト・ヨーは何度も命を懸けて戦いました。彼が表しているのは、律者コアにある30万の思想、人類の文明の積み重ねと輝きでした。2016年、崩壊を駆逐する方法を探すため、海縁の目で実験したベルト・ヨーは、陽子の海に囚われます。彼はあそこで全文明最強の戦士ケビンと遭遇したのです。いろいろな経験を経た戦士の意志は強固でした。
現実に戻り、人類の文明が崩壊を乗り越えられるよう最悪のやり方を使おうとする彼に、ベルト・ヨーは賛同できませんでした。断りの律者である彼が守ると決めたのは、全力で生きる人々だからです。圧倒的な力を持つ全文明の戦士を前にし、ベルト・ヨーは現実の壁になることを選び、祝福を込め最後の試練を残しました。希望と信念を持つ後継者がやってくることを待ちながら。3人目の断りの律者はブローニャ在地区です。孤児である少女は傭兵生活を送っていました。2012年、カカリア孤児院に連れて行かれたブローニャは優しいゼーレと出会います。彼女のおかげで優しさを知った少女は守りたいと思うようになります。しかしその後、ブローニャを守るために自ら X 点実験に参加したゼーレは量子の海に囚われます。実験に参加した少女はゼーレを助けられず、別れの際に再会の約束を交わします。それは少女の原動力となりました。2014年、第三次崩壊が発生した超空死で、ブローニャはキアナとメイに出会います。大変な暮らしの中、友情を育んだ3人は最高の仲間になりました。ブローニャはカカリアに与えられた任務を諦め、2人の仲間とその世界を守ると決めました。その後、姫子に誘われた3人はセイフレイヤに行き、崩壊と戦うバルキリーになります。セイフレイヤでの生活で少女の守りたいという心が大きくなり、彼女は仲間と共に美しい世界を守るために戦うと誓いました。2016年、デザイアジェムを探していた3人はそれを体内に入れられたウェンディを見つけましたが、カカリアによって埋められたバイオチップがブローニャの意識を支配してしまいます。そのせいで彼女は心を開いたウェンディや信頼してくれたキアナとメイを傷つけました。大事な仲間を守るためにブローニャはバイオチップを壊し、長い昏睡状態に陥ってしまいます。不可の助けにより夢の中で試練を受けたブローニャは逃げずに未来の人生で過去の過ちを否定すると決めました。しかしその後、オットーの策によりキアナの中で空の律者の人格が目覚め、仲間を守るためにブローニャは迷わず戦場に向かいます。その時、少女はアインシュタインからエデンの星を受け継ぎました。最終的に仲間と先生の愛はキアナの意識を呼び戻します。一方で、エデンの星が意味するものをブローニャが知らなくても、ベルトのようにエデンの星で仲間を守った時から、少女の未来は断りの律者の精神とつながりました。2017年、デザイアジェムを取り戻し、友人を助けるため、量子の海に入ったブローニャは、ベルトヨーの試練を受けます。善良さ、固い意志、正直さ、守ること。3つの世界で何度も己の信念を証明したブローニャは、断りの律者のコアと同期し、人類のために戦う3人目の断りの律者になりました。同時に彼女はゼーレを助け、最初の約束を果たします。断りの律者のコアを継いだブローニャはベルトの下で学びますが、ベルトの名を継ぐことはありませんでした。少女にとって2人のベルトの信念はあまりにも眩しかったのです。しかしその名がなくても少女なりに
守る理念を形にしていました。そしてその頃、世界が不安定になりました。2017年10月、何年も準備してきたオットーが、聖女カレンの復活のため、世界をリセットしようとしたのです。彼を阻止するために、少女たちはカロスタンに集まりますが、オットーはすでに疑心の力を手にしていました。道を阻む約束の光幕を前にして、少女は覚悟します。30万の思想に見守られながら、断りの理事者の使命を受け入れ、精神同調でその力を完全解放したブローニャは、多くのムーンライトスローンを構築して道を切り開きました。彼女は断りの理事者、その未来の道をようやく歩き始めました。カロスタンの事件の後、メイは古の楽園で13英傑と協力し、神職の理事者を倒します。そのため人類の文明が対峙する理事者は最後の終焉のみとなりました。ヨルムンガンドを率いるケビンも成婚計画を始動させます。ヨルムンガンドの成婚計画は人類よりも文明を重んじる最悪の計画でした。バルキリーたちの前に立ちはだかるヨルムンガンドのウサギの正体は、成婚の結晶ミステル・シャニアテ。一行にとってウサギはケビンの前に倒さなければならない相手ですが、少女にとってはそれだけではありませんでした。生まれながら呪いを持ち、成婚計画を背負い、無数の人生を転写するウサギの一部のあり方は、断りの理事者と似て非なるものです。だからこそ彼女はブローニが超えなければならない相手でした。好きで断りの理事者の信念を背負った少女はウサギと対峙します。尊敬すべきベルトの名、明記すべき30万の思想。しかし現在で勝つために過去の力に執着してはいけません。未来へと向かうためには断りの理事者の伝承を背負う必要がありました。先輩の意志、仲間の信頼、多くの信念を集めた少女は真理の理事者へと流化し、自分なりにネゲントロピーの精神を実現したブローニャ財地区になりました。真理の名のもとに少女は未来を切り開きます。